Oshiete Maya Sensei no Renoise Tutorial.こんにちは、まやです。本日はパターンエディター、パターンマトリックス間を素早く移動する方法についてご紹介します。皆様が作曲や編集の制作を行う際、その都度パターンマトリックスとパターンエディターを行き来する必要があります。パターンエディターとは入力されている音の配置を編集するゾーン。パターンマトリックスとはパターンエディターで音の入力を配置、編集した内容をブロックとして扱い、さらに大まかな視点で繰り返し複製をする設計ゾーンです。通常リノイズではカーソルを用いてパターンマトリックスとパターンエディターを行き来することが多いのではないでしょうか。この動画ではリノイズに標準で備わっているショートカットを使い、より便利にパターンマトリックスとパターンエディターを行き来できる方法をご紹介します。実際に素早く行き来している作業風景もお見せしますので、ぜひ最後までご視聴いただけると幸いです。また今後もリノイズで操作効率化にお役立ちできる情報を発信していきますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。もし少しでも役に立ったよって方はいいねボタンをポチってください。なるべく分かりやすく説明をしようと思いますが、もし質問等がありましたらコメント欄までお願いいたします。では本編レッツラゴー。まずマヤが用意した現在表示されているこちらのソングプロジェクトをご覧ください。左側のパターンマトリックスにはパターンエディターで編集した内容のブロックがたくさん表示されている状態です。右側のパターンエディターで編集した内容のまとまりがブロックとしてパターンマトリックスに反映されているわけですが、作曲では双方を確認しながら作業を進めていく必要があるのです。要するに制作では双方の入力情報エリアを頻繁に行き来して打ち込み、入力、コピー、ペースト、複製などの繰り返し等の編集作業があるため、パターンマトリックスとパターンエディター間の切り替えはスムーズであることが望まれます。そこで今回はショートカットを使って双方のエリアの行き来をスムーズに行う方法をお伝えします。その方法はズバリ左シフトキープラスキーボードのエスケープキーの組み合わせです。このショートカットの組み合わせは Windows、Macintosh ともに同じです。リノイズのデフォルトで設定されています。今回の動画ではキーボードビューアーを実際に表示しながら解説を行っていきます。こちらをぜひ参考にしてみてください。それでは実践していきましょう。現在フォーカスが当たっているエリアはパターンマトリックスです。次にパターンエディターへ先ほど紹介したショートカットキーの組み合わせでエリアを移動してみましょう。左シフトキーを押しながらキーボードのエスケープキーを押します。するとパターンエディターへとエリアが移りました。実際にもう一度確認してみましょう。左シフトキーを押しながらエスケープキーを押すことによってパターンマトリックスからパターンエディターへと遷移しました。ではここで同じショートカットキーの組み合わせを使用してパターンマトリックスへ戻ってみましょう。左シフトキーを押しながらエスケープキーを押すことによってパターンエディターからパターンマトリックスへと移りました。ここまでで何か表示に変化が現れていることにお気づきでしょうか。そうです。必ず現在フォーカスが当たっているエリアは四隅にカッコがついています。そのカッコのカラーはユーザー設定が可能でお好みで変えることができます。現在はオレンジ色のカラーで指定されています。このようにテーマカラーといったカラーの設定についての動画は別の動画でご案内いたします。いかがでしたでしょうか。皆さんもこのショートカットを使い、より深くリノイズでの音楽制作に没頭できるように頑張ってみてくださいね。それでは Good Sound for You。チャオ。